どうも、なちょです。おはようございます。今日5月に入りました。新しいことをちょっと始めたいと思っております。ですね、ここの目の前に箱があるんですけども、もう早速開けましょう。貴重品と書いてますね。もうこれ結構前に届いてたんですけど、ちょっと使うチャンスがなくて、今まで、開けるのを渋っておりました。んで、今日ようやく使える作業になるので開けてみたいと思います。僕もまだ見てないんでめっちゃちょっとドキドキしてるんですけど、じゃん。さあ何でしょう。アベルラって書いてますね。アベルラ、ちょっとラテン語っぽい音ですね。はい。うわ、やば、すげえ。まあ、これなんかカタログかなんか入ってるかな。何かと言いますとですね、僕すっげえ欲しかったんですけど、まあちょっと話しましょう。じゃー、腰袋。うわー、ちょっと待って。ちょっと全部出してすげえわ。すげえ。これここにこうつくんか。まあ、経緯から言いますと、私の動画をすごい、好きで見てくださっている方がですね、大工さんらしいんですけども、その大工さんが、ブランドを立ち上げて、こういう腰袋とかを作っていると。もしよかったら使ってくれませんかっていうことで、まあ、提供をいただきました。普通そういう申し出僕あんまり今まで受けたことがないんですけど、僕がね、前使ってた腰袋、これのもうボロボロで、もうね、穴開いて、これ僕自分で縫って、穴塞いだんだけど、その横から穴が開いてみたいな、もうボロボロなんですよ。で、買おうと思ってたんですよ、僕。僕は貧乏症なんで、かなり安い、まあそこそこ使えりゃいいやぐらいのやつを探してたんですけど、その探してる間に、そんな話をポンっていただいて、今回ありがたく使わせていただくことになりました。超高級腰袋なんですよ。概要欄の方にホームページの URL を貼っておくんで、見てもらいたいんですけど、ちょっとこれも見てみよう。なんか僕がお話を聞いてすげえと思ったのが、やっぱりいい仕事をする人っていうのは現場に入っても服汚れないと。もうピシャッと仕事をするから、朝来て作業して汚れもつけずに帰っていくと。なんかそういうのをモットーにした職人さんらしくて、その方がいろいろこう使い勝手をですね、自分で考えてデザインされて作られたということで、しかもなんか僕ちょっと聞いたんですけど、この革自体も高級ブランドのバッグとかで使われてるような革を一つ一つ職人さんが全部縫ってね、作ってるらしいんですよ。僕革作業やるからよくわかるんですけど、めちゃめちゃ作りが丁寧なんですよねいちいちいい材料だし、もちろんこれちょっとやそっとじゃ壊れないですよね。僕の作業の仕方はかなり汚いんで僕ね、ほんと言ったんですよ。僕素人だし、そんな綺麗に使えないし、一流の大工さんが見てたら、恥ずかしい仕事なんで、いやもうちょっとお断りしようかなと思いますって最初実は言ったんですよでももうナチョさんの好きなように使い倒してくださいっていうことを言ってくださったんで、じゃあ分かりましたと。もう欲しかったし、めちゃめちゃかっこいいんで、まあ、これをですね、今からちょっと使わせてもらって使い倒そうかなと思います。もうボロボロになってもいいですよって言ってくださったんで、なんかね、恐れ多くて、ちょっと傷が入ったら、うわーとか言ってそうだけど、こんなんですよ。見てください、これ。もうね、ちょっと僕にはほんと贅沢すぎるぐらい。後ろもね、こうやって綺麗にアベルラって入って、いい革使ってます。で、僕はこの深緑をチョイスしました。ちょっと、やっぱね、本当の職人さんが使うやつだからでっかいなと思うけど、多分もうでかくていいと思うんですよね。いろんなものが入った方がいいんで。これはね、なんか墨壺を入れるやつかなと思います。ここにギボシがついてて、ギボシでこうやって引っ掛けるようになってますね。よし、こんな感じだ。
今日からちょっと新しい作業が始まります。で、そこがですね、これが使えるいい現場なので、早速これを使っていきたいと思います。気になる方はですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、一回見てみてください。めっちゃいいです。まあ僕は使いながら、使い勝手をちょっと今日レビューできたらなと思います。では、行ってきます。新しいシリーズですね。以前ちょっと紹介させてもらいました、大迫さんという方のお宅のガレージを今からやっていこうかと思います。1000cc のドゥカティがね、こう後ろにありますけども、僕のじゃないですけどですね、まずはですね、ここの家のこっちの壁、ちょっと見せよう。この壁をやろうと思ってます。ちょっと相談しましたが、ちょっといろいろついてるし、壁を剥がして一からやり直すとゴミも山ほど出るし、時間も相当かかってしまうので、なるべく手っ取り早く済ましたいということで、今回はもうこの壁基本的にあまりいじらずに、電気系統だけちょっと外しますけども、柱をこう立ててそこにもう板を張っていく簡単な省エネでいきたいと思います。やってるうちにいろいろやることが出てくると思いますが、その都度相談しながら、楽しんでやっていきたいと思います。ではやっていきます。これがね、邪魔なんですよね。この板の部分は 200V なんで、もうほっといて壁の下に落とそうと思います。これだけ今外してちょっと避けようかなと思ってます。やっていきます。はい、早速この腰袋を使いたいと思います。もうすでにもうなんか道具があっちゃこっちゃいっちゃってやっぱこれ持っちゃった方がいいですよね。ここで2300ぐらいですね。この丸のこ使ったことあります？いや、ない。やってみてくださいよ。面白いから。この刃の厚みもあるから、こっち側の一つにそうピタッと引っ張ってくる。柱を6本つけたいと思います。で、今回は突っ張り棒じゃないけど、なんていうんだろうな、ラブリコっていう、この 2x4 用のアジャスターがあるんですけども、これをですね、上下に取り付けて、で、このネジをぐりぐり回して、グイッと貼ると。これを柱にしようと思います。ちょっと取り付けましょう。こんな感じですね。で、もう一個下に行きます。素晴らしい。ちょうどですね、この一番背の高いボックスがですね、柱のところに来てしまって邪魔なんで、今もうこれだけ取ります。これね、200V の電源なんですよね。もう使わないんで、全部取っちゃっていいんですけど、めんどくさいんで、そのまま。ただ、ここだけをちょっと取ります。じゃあ板を切っていきたいと思います。
切ろうと思ったんですけど、ほぼほぼもう2メーターで合ってるんで、このままもう柱に貼り付けていきたいと思います。はい、完成。1日でできましたね。ここまで1日でできるんだ。すげえ。すげえ。まあちょっと一番上は若干空いてますが、こんな感じですね。もう荒材だけど、こうやって貼ってしまえば、まあいいですよね。かっこいいですよね。うん、結構規則正しくというか、それも考えて柱を入れて、打ち付けたんで、ごちゃごちゃした壁だったけど、すっきり。うん、すっきりですね。なんか明るくなった感じするんで、これでね。うん、すげえいいわ。トタンも見えなくなったし。トタンも見えない。この調子でなんか他のところもバッとやりたいですね。うん。はい。ちょっと光が逆光だからあれだけど。うん。こんな感じか。思ってたより早かったですね。よかった。うん。はい、ということで、なんとか1日で作業完了しました。ちょっとね、午前中買い物に行ったりしてたんで、1日で終わるかなって思ってたんですけども、まあ、柱を立ててしっかり寸法を測ってですね、板を用意したら、あとはもう単純作業なんで、2人でまあ流れ作業みたいな感じでやれば、結構早かったですね。まあ、まだこの壁一面だけでまだやることはてんこ盛りなんですけども、まあ、この調子で、ちょっと楽しみながらこのガレージをかっこよくしていきたいなと思います。あとこれも今日一日使いましたけど非常に良かったですね。うん、何の不満もない。もう僕にはもったいなさすぎるぐらいの腰袋、うん、これからバンバン使っていきたいと思います。アベルラっていう、ブランドです。概要欄の方に、情報載ってるページの URL を載せておきますんで、気になる方は見てみてください。はい、ということで今日はこの辺で作業を終わりたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いつも動画のご視聴ありがとうございます。高評価、コメントいただけると大変励みになります。私が運営しているオンラインショップパチャママですが、今年はですね、ちょっとずつでも僕の作っているレザーの製品を、掲載していきたいなと思っております。もちろん中南米の雑貨の方も、引き続き掲載していますので、気になる方がおられましたらぜひそちらの方もチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ、バイ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 そうそう